未来が書かれている図じゃないんですね。で、何が書かれているかというと、いつも言うんですが、もっと素晴らしいもの。スピリアルアカデミーガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日はよく、DM などで質問いただく先生術のホロスコープの読み方の私が大事にしている基本的なところは何ですかという質問に答える形で、お届けする動画となります。簡単に言うとですね、私は王道の12星座別にタイプ分けするというのが先生術だというふうには思っていないんですね。だからもちろん取っかかりとしてよく皆さんが会話の中で、私何々座だからこうなのよね、わかるわかる、その星座ってこうだよね、これも本当会話として楽しいし、別にそれでいいと思うんですね。それで楽しんでいれば。ただセッションして自分の人生を知り、本当により豊かな人生に変えていこうと真剣にね、人生と向き合うためのツールとして本来の先生術はそれぐらいの価値のあるものなので、そういうものとして捉えるときにはやはり本当の先生術の世界っていうものに皆さん触れていただきたいなと思います。それができるのが先生術の素晴らしいところなんです。この世界にいる人たちを12タイプに分けるっていうのはどう考えたって無理があるわけです。本当の先生術っていうのは私たちの人生を助けるものだから、一人一人に対してやはりアドバイスが見れるはずなんですね。今地球上には多分82億人ぐらいの人がいて、82パターンのホロスコープがあるんです。全く同じ場所で同じ日の同じ時間におぎゃーっと生まれない限り全く同じバースチャートにはならないんですよ。双子ちゃんだって数秒数分ずれますからね、誕生する時間がね。でそれなのに、例えば6月5日生まれだからっていうことで太陽星座が双子座だから私は双子座の性格でこういう人生ですというふうに決めつけてしまうのはすごく無理がある。で数学的に広い視野で考えると、同じ例えば双子座でも知性をね、司る水星は蟹座の人と牡牛座の人では絶対違うはずじゃないですか。太陽が双子座でも知性が違うから。で例えば太陽と水星が全く同じ双子座と蟹座の人でも、それが冥王星とどう関わっているか、アスペクト、生まれた年によってはスクエアの人もいるかもしれないし、冥王星とトラインという120度の人もいるかもしれません。そうすると同じ太陽と水星を持っていてももう真逆の人生設計っていうのがあります。こういうやっぱりアスペクトから見るというのがすごく大切で、太陽星座ではなくて、それが他のどの天体とどういうアスペクトを取ってるかによって、この太陽星座が影になったり光になったり苦しい場所になったり、求める場所になったりするわけです。このアスペクトって私は星同士の会話というふうにいつもお話をしてます。ただの線じゃないんです。会話し合って応援し合ってるのか、励まし合ってるのか、刺激を与え合ってるのか、喧嘩をしているのかっていう、この角度の中にこそ人生ドラマが隠されているので、まずアスペクトから見ていくっていうのはすごく大事です。で実はこのアスペクト全体を読んでいくっていうのは本当に数学の世界ですね。で別に数学が苦手な人も今はできるんですよ、先生術師。そこは大丈夫なんですが、数学の最高峰ってちょっと日本は違うみたいなんだけど、オーストラリアだとサークルジェオメトリーっていうのがもう数学の学びの中の一番上で、実はうちの息子も今はエンジニアとして仕事をしてるんですけれども、オーストラリアの公文で1位になったことがあるくらい数学得意なんですね。小学校で高校全部終わっちゃったぐらい公文で、それでもですね、高校3年生の時に一番もう、日本でいう数5とかあるのかな、わからないけど、一番上のところのクラスで最後サークルジェオメトリーが出た時に、こんな難しいのはないっていうふうに頭を抱えています。でサークルジオメトリーって日本で聞くと、日本はやらないんですって。だから何のこっちゃ皆さんわからないと思います。中学とかでやる円のパイとかああいうのを覚えたのとか全く全然違うものなんですけれども、義務教育ではやらない。でなぜかというと、まず見えない関係を見抜く力、
これサークルジオメトリーってマスというよりは科学の証明のようなもので、まず仮説を立てて検証して、そして合わないから修正していく中で一点突破のひらめきみたいなのが湧いてきて、そして理論と直感の統合をして一つの、そこに書き問題ですよねを書いていくわけです。なんでもう本当に科学の研究問題みたいな。でその難しすぎるというのと、ちゃんとだから採点がしにくいということもあり、それから実は普通は数学ではフォーミュラを覚えるのと解くためのパターンというのでやるんですけれども、フォーミュラを覚えたって解けないし、パターン化できてる人も解けないから、なので、日本の教育ではそういうものを見るためのテストだから多分必要ないっていうふうになってると思うんですね。唯一ここに大事なのが思考のジャンプ力です。で、実は私の教えている新時代先生術でも皆さんにやってもらってるのは、思考のジャンプ力を鍛えていくっていうのが、この複雑なホロスコープを見たときに、この中からサークルジオメトリーの問題を解くように、仮説を立てて検証して、それだとこのアスペクトが機能しない、おかしい、修正して、その中で一点のひらめきのような、この人の人生ってこういうものかもしれないというものが湧いてくるということを鍛えてます。だからこれをするにはですね、もうたくさんホロスコープを読むしかないんです。サークルジオメトリーも何万個解いたら解けるようになるって言われている世界なんです。で、高校生だとそんなことをやってる時間は皆さん他の受験勉強もあるのでないので、オーストラリアでも実は今シラバスから外れましたということで、息子はもう僕たちがやってきたのは何だったんだって言ってるぐらい、無駄なように見えるけれども、実はなんか数学を超えた世界なんですよね。でも全くそれとホロスコープを解くのは同じだというふうに思ってます。なので、この、仮説検証修正を繰り返しながら解いていくのがホロスコープで、何をその取っかかりにするのかというと、アスペクトですね。だから太陽星座が双子座っていうよりも、それがどれとどれとどんなアスペクトを取っていて、どれとは打ち消し合って、どれとは協力体制にあるのか。で、その協力体制にある天体が何であり、何星座であるのかによって、どんな協力体制なのかが変わってくる。こういうのを全部読んでいくと、人生設計というのが見えてくる。ちなみに、私はいつも言うんですが、結構勘違いしてる人が多くて、占いじゃないと、先生実は。だって未来って本当に決まってないんですよ、皆さん。だから5年後私はどうですかって言われても、冷静に考えてください。決まってるわけない。だって今日あなたがイエスって何かをイエスというのと、これに対してノーというのでは、明日のあなたの一日は変わりますよね。そしてその積み重ねで変わっていくので、今の状態で決まってるわけがないんです。皆さんの毎日の選択によって無数の未来があることは確かです。ですから未来が書かれている図じゃないんですね。で、何が書かれているかというと、いつも言うんですが、もっと素晴らしいもの、ここに書かれているのは、みんな幸せになれるその道が書いてあります。あなたはこうやったら幸せになれるし、あなたはこう、もう一人一人違うので、私が信じているのは82億通り幸せになる道があって、それが書かれているので、幸せじゃないときはそうじゃない道を行っているので、ホロスコープ通りに戻ればいいよ、それを聞きに来るのが個人セッションだよというふうにお話をしてます。で、この幸せになる道の中でですね、もう一つ私が一番大事にしているのは、この新時代先生術でしか多分読まない10個の小惑星です。主要天体って10個ありますが、私のホロスコープではプラス10個の小惑星というのを入れてます。マイナーな小惑星をしっかり入れているわけですね。たとえ主要なアスペクトが同じだったとしても、さっきのそれでも人生の後半に達成していく場所は小惑星のサインとそのアスペクトによって変わるからです。で、小惑星っていうのは火星と木星の間、小惑星帯っていうのがあるんですね。メインベルトって英語で呼ばれてますけれども、全部そこの領域に回ってるんです。で、46億年前、太陽が形成されたのがそれぐらいって言われてますけど、その時に木星の強力な重力によって巨大惑星には成長できなかったんで、この木星と火星の間には木星よりもちっちゃな天体がいっぱいある。もう惑星の残骸みたいなものですね。ですが、ここで
何が大事かというと、占星術では火星までがパーソナルプラネットっていうふうに呼ばれています。そして木星土星がソーシャルプラネットで、天王星、冥王星、海王星はトランスサタニアンというふうに呼ばれてるんですね。でトランスサタニアンはもう100何年とかで一周するようなものたちですから、同世代だとほぼ同じ13年間同じ場所にいるので、ね、13歳年が離れてても同じサインにあるものなんです。ですから個人の人生を読むときに使うものじゃないですね。それからソーシャルプラネットも学年が同じだったら大体同じ場所にいます。だから蛇年生まれみたいなのと同じように、蟹座木星期生まれ大体同じ学年はみたいな、そういう世代的な特徴です。なので通常占星術は火星よりも内側の天体をパーソナルプラネットとして、その人の個人のキャラクターみたいなのを見るときには読むんですね。ただしここで何度も言っていますが、それは寿命が今よりもずっと短い時代の話で、占星術が誕生した当時はまだ寿命は50年。織田信長が人生50年って歌っていたというシーンは有名ですけど、50歳なんです。で今私たちは100年生きる、つまり倍生きるんです。そうすると占星術って月が7歳まで、水星が14歳までみたいにだんだん年齢を示していて、昔だったら火星まで読んでいたら50歳までの人生を読めたわけですけれども、もっと私たちはそこから社会に活躍します。そこで引退しません。ですからこの火星の外を読む必要があって、木星土星は今言ったようにソーシャルプラネットなので、この間にあるのが小惑星。なんでこれを読まないのっていうことなの。なんでこれを読まないって私は教えられた西洋占星術を習った時、基本はそうなんですね。もう昔ながらの10個の天体を大事にしようっていうのも、それはもちろん大事にした上で、やはりもう一つのホロスコープとして10個の小惑星を同じように大事にして読むというのが、特に40代以降の人生に対してはとても大事だと思います。でこれらの惑星の全部の20個のね、感受点の位置全く同じで、全く同じアスペクトを取っていない限り同じ人生にはならないので、それをもう12タイプに分けてしまうというのはかなり乱暴な考え方。冷静で数学的に左脳で考えられる人ほどそう思いますよねっていうところに納得していただけるんじゃないかと思います。なんか占いとか占星術っていうと不思議な直感の世界のように感じてしまう場合もあると思うんですけど、真の占星術っていうのは過去に膨大な歴史というデータがあるんです。そういうもう分析をし尽くすことができるんです。全てこの世に起こった出来事、このフランス革命の時に小惑星のこれがどこでどういう位置にいたかと全部データとしてあるんですよ。これらを全て統計学として出すことができるというものすごい現実的な一つの学問として私は捉えております。ハードなアスペクトの時、ソフトなアスペクトの時、大体こんな風になるか、こういう歴史の中に残っている全ての出来事から皆さんの未来に起こるアスペクトからこんなことが起こりそうよねは確かに予測できるかもしれません。ですが最初に言ったように皆さんの未来は決まっていないので、まずはバースチャートの幸せになれるよっていう道を把握して、一番いいのは未来を予測するよりもそれを生きることです。生きていれば幸せな人生にたどり着けるわけですから、予測する必要もなくなっていくということですね。ただしトランジットっていうね、今の外のやっぱり関係があって、私もよく出してますけど、冥王星がお羊座に入りました、これからしばらく13年もそこにいるんだよっていう、この13年間海王星がお羊座にいるということは、皆さんの水星にとってはどんな角度で当たり、金星っていう恋愛に関してはどんな角度で当たりって、これ全部見れるわけです。でそうするとこの13年間は海星から海王星から金星はサポートされてるから金星の領域で頑張った方がいいんじゃないとか、いやサポートされてないからちょっと水星のマインドでやった方がいいんじゃないとか、そういうふうにして見ていくというものであります。ということで
ちょこちょこ私が言ってるのは、本当に占星術っていうのはこう占いのレベルを超えた素晴らしい学問であるということを、皆さんに分かってほしくて、よくこういうお話をしています。もう私尊敬する人たちいっぱいいて、もう YouTube とかこういうところでもたくさん素敵な占星術のやっぱりプロとして出していらっしゃる方たちは、みんな本当に12星座別に分けるんじゃなくて、すごく細かくアスペクトとか皆さん見られて読まれてますね。すごく勉強して毎日毎日見て、ものすごいもうオタクのように星と向き合っている方がほとんどで、だから私もやっぱりそういうタイプの人間なので、そういう人たちを尊敬してるし気が合うので、占星術師が友達に多くなるっていうのは、やっぱりこういうオタク気質の人が私も好きだからかななんて思っております。ということで、なのでもちろん楽しく12星座別で見るのもそんなアプローチとして素晴らしいと思いますが、深く入っていくと本当に面白い、楽しい、興味深い世界ですよということです。個人セッションもちろんお待ちしております。オンラインでほとんどできますので、そして今 YouTube を通してたくさんの方が新時代占星術も習いに来てくださったり、これをもう少し簡単に取り入れられるのがセプタグラムソウルジャーニーリーディングというカードを使ってやる方向のね、小学生も読める、リーディングメソッドもあります。いつでもウェルカムです。お待ちしております。そしてまだね、そこまで勇気が出ないという人もいると思うんですけれども、公式 LINE ぜひ登録しておいてください。そしてもちろんこの YouTube チャンネル、いいねを押していただいて登録していただき、ノートという記事をいつも出してますので、これらは全部無料で見れます。で、公式 LINE なんかではちょこちょこと公式 LINE入ってる人しか見れない動画を出したりもしておりますしですね、まずはそういうところからぜひ興味を持った方は私とつながっていただくといいと思います。ということでお待ちしてます。